1944年10月25日、沿岸の岬沖。空母随鶴は激しい空襲を受け、ついに沈没の時を迎えた。この時、沈みゆく随鶴の甲板では、多くの海兵が万歳をした。それは勝利を願う叫びではなく、戦友への別れであり、故郷に残した家族へと決して届かぬ、静かな挨拶であったのかもしれない。1944年11月29日、もう一つの巨大空母が、運命の海で最後を迎える。冷たい海に飛び込み、沈みゆく信濃の最後の姿を見届けた少年兵は、誰に命じられるでもなく、自らの意志で沈みゆく船に向かって敬礼を捧げたのである。海軍に入った時から教わってるんです。海軍通信学校に入った時、泳げない人がいっぱいいた。まだ。14、5歳で。なぜかというとね、山梨、長野のから来た人たち、海初めて見たっていう人がいっぱいいるんだもの。で、そのために久里浜の海岸では、水泳の訓練やってたんですね。で、帽子も、青、白、赤かな、3色に分けた帽子かぶって、私は泳げるから、白だったかなんか忘れましたけど、別の人と違った帽子かぶって、で、久里浜の海岸で何やるかっていうと、ボートで行きますね。そこからで、みんな降ろされるんだ、ボートの上から。泳げるもん泳げないもんない。で、海岸まで泳げつけって言って、みんな投げられる。泳げない人はもうアップアップするね。最初の頃は、うちはなんか投げてやったね。もう、だけど、1回だけじゃないですからね。何日かやるわけだから。3回目あたりからもう、浮き輪も何も投げないんですよ。そうするとどうなるかっていうと、海見ただけで、なんていうんですか、怖がる。もう、ですから、白野の時も後で聞いたんだけど、暗号の中等兵なんか、俺は泳げないから、外に出ないって言って、そのまま沈んだのもいたっていう、話聞きましたね。だから、泳げない人はもう、海を見るのさ嫌だって言っても。そんなことで私は、とにかく人のいるとこ行けば捕まるから、何もいないとこいないところへと泳いでいったんですね。やがて大きなダムが流れてきたから、それに捕まっていた。その間やっぱり3時間だった。なぜかというと、駆逐艦はさっき言ったようにボートを出せないんですよ。転覆するから。そうすると、なるべく人のいるところへ行って止まるわけ。駆逐艦は走ってては人を救えないんですよ。完全に止めて、上からつらたらして、一人を救うために二人かかるわけですね。アメリカみたいに、本当はネットでもね、下ろせや、上がってくるんだけど、それできないから、なるべく人のいるところにいるとことは、駆逐艦行ったと。私みたいに、単独で泳げるところにはなかなか来なかったっていうことで、3時間も泳いだっていうことですね。それは、後でこれも聞いたんですが、やっぱり船がこう傾いたとき、船の重油なんか流れたみたいに、重油を飲むとはやっぱり助からないっていう話してましたね。そういう方々も早く亡くなったんじゃないでしょうか。で、もう三角形になって浮いてやと、いうことですね。私はそういう場面にいなかったから、人にいないところにいないところと言ってましたのでね。そうですね。それはね、多分発想は士官の連中の発想だと思うんですよ。士官というのは海軍兵学校出てますので、みんな若い。
せいぜい20歳前後の人たちで、まだ商員にならない人たちもいっぱいいましたから、こういう人たちは、兵学校出たばかりの人たちは、やっぱりそういうのに強い。まとめ方もすごいですね。だから集団の中で、これはやっぱりみんなで何かを歌わないと、もうそのまま死んでいくやつがいるから、ということで歌ったと思うんですよ。で、それが合唱になったと思うんです。私は聞いてないです。波もあったしね。そして単独で動いてましたから。まあ、確かにそういうことがあったみたいですね。ただ、力尽きて、泳ぎながら亡くなった人もいたみたいですな。まあそうですね。当然そうですね。引き込まれるかもしれないから。それは、人に捕まる可能性もあるし、何よりも知らぬするならもう引き込まれるだろう。それはみんなが心配したことは、口言ったのさえも逃げてるんですから、引き込まれるのを怖がって。だからそういう意味では、上から、遠くへなら遠くへ逃げるっていう声が正しかったとは思いますけどね。見てました。見てました。なぜかっていうとね、これは全速力で泳いでますよ。高橋言ってるって。人間がね、海の中で泳ぐってのは、高橋です。後ろに見ると、あるんだ、そこに。これは引っ込まれるかもしれないっていう思いもありましたね。もう、そんなだと思って、船の方を向いて言いましたね。で、後ろに立ち上がって、死んだ。だから渦が巻かなかったんですよ。こういうふうに死んだらアウトでしたね。立ち上がって、そして、後ろから立ち上がったから、いくらも渦は巻かなかったと。もうちょっと近くにいた人は吸い込まれただろうと思いますけどね。思いますけど、私のところにはまだそういう波は来なかったですね。それで初めて診断に対して、やっぱり海軍の兵隊、ちゃんと敬礼しましたね。敬礼しました。敬礼しました。帽子かぶってやから。それは、一つはそういう思い。それから、不沈感ってね、二つの理由があったんですね。もちろん沈まない。でかいっていうこと。この、大和と同じ、大きさの船が沈んでいくわけですよね。それと、船に乗った時不沈感だって言われて、やっぱり憧れがあったんですよ。これで戦いに行く。それが、やっぱり思わずという感じだったですね。さようならと思ったかどうかわからんけど、やっぱり手が上がったっていう感じでしたね。さようなら。諸君は生きて帰ってくると、それは自分の責任だと思ってるでしょうから、本官と運命を共に